小さなカエルくんと白ネズミくん。君のお家の近くにある公園の大きな木の下にお星様の形をした虹色の石があったら、その下を覗いてみてごらん。小さくて不思議な生き物たちが仲良く暮らす世界があるよ。小さな生き物たちをびっくりさせないように気をつけて、そーっと覗いてみてね。小さなカエルくんはきれいな黄緑色の体とまん丸で真っ黒なお目目。まだ子供だから黄緑色の尻尾がちょろりとあります。今日は宝物のきれいな石をこっそりカバンに入れて葉っぱのトンネルをくぐります。いつもだったら大きな葉っぱの下をくぐるとワクワクするのに、なんだかしょんぼりしています。今日は自慢のジャンプもできません。やあ、カエルくん。今日もいい天気だね。ぴょんぴょんと跳ねるカエルくんに、ダンゴムシさんが言いました。こんにちは、ダンゴムシさん。おや、そのカバンに入っているのは何だい？僕の大事なものなの。じゃあね、とぴょこぴょこぴょこ。カエルくんはそんなに急いでどこに行くんでしょう。ダンゴムシさんは不思議に思いながらカエルくんを見送りました。いつもの道を通っておいしい木いちごを一つ手に取ってぴょこぴょこぴょこ。カエルくんは大好きなお友達に会いに行きます。きれいなお花を一つ、大きなどんぐり帽子も一つ取ってぴょんぴょんぴょん。荷物がどんどん増えていきます。松ぼっくりを一つ、黄色の肩掛けカバンにギュッギュッギュッ。ちょうどいい長さの枝をぐいぐいぐい。ふわふわのタンポポ綿毛もそーっと入れて、カエルくんはぴょんぴょん飛びます。見えてきたのはかわいいキノコのうち。ひょっこり出てきたのはお友達の白ネズミくん。真っ白の体と長い尻尾、くりくりの赤いお目目。やあ、カエルくん。今日もいっぱい遊ぼうよ。煙キノコがね、いっぱいあるところを見つけたの。白ネズミくんの元気な声にもカエルくんはどこか寂しそうです。白ネズミくん、あのね、あのね、これあげる。おいしそうな木いちごだね。これもあげる。きれいなお花、ありがとう。これも。カエルくんはどんぐり帽子を白ネズミくんに渡します。松ぼっくりもふわふわ綿毛も渡して、かっこいい小枝も渡します。あとね、あのね、これもあげる。最後に取り出したのは宝物の白くて丸い石。この石は夜になるとふんわり優しく光るのです。とうとうカエルくんの黄色いカバンは空っぽになりました。これはカエルくんの宝物？たくさんのプレゼントに白ネズミくんは不思議そうな顔をします。カエルくんはやっぱりしょんぼりしたまま言いました。僕ね、お家が変わるの。お引っ越しなんだって。だから
一番大事なもの、一番仲良しの白ネズミくんにあげるね。じゃあね、とカエルくんはぴょーんと高く飛びます。待ってよカエルくん。白ネズミくんの声が聞こえてきたけれど、カエルくんはぴょこぴょこといっぱい飛んで来た道を帰りました。今日お月様が一番上に昇る時間に、フクロウさんが遠い町の新しいお家にカエルくん一家を連れて行ってくれます。急いで帰らなくちゃ。こっそりお家を出てきたカエルくんは、お母さんに怒られないように急いで帰ります。ぴょんぴょん跳ねて、お家に帰ると、お父さんとお母さんがカエルくんの帰りを待っていました。どこに行っていたんだい？お父さんがカエルくんに聞きます。お出かけするときはちゃんと言わなきゃダメでしょ？お母さんも心配そうに言いました。ごめんなさい。僕、どうしても白ネズミくんにお別れを言いたかったの。カエルくんの悲しそうな顔を見て、お父さんとお母さんが優しく言います。白ネズミくんはカエルくんの一番の仲良しだったからね。ちゃんとお別れができて偉かったわね。カエルくんはポロポロと涙を流します。いつの間にか夜になって、外からほうほうほうという声が聞こえてきました。お父さんとお母さんに連れられて、カエルくんが外に出ます。さあ出発しますよ。忘れ物はないですかな？フクロウさんの声がします。フクロウさんの隣には大きなカゴがありました。このカゴに乗ってお引っ越しです。カエルくんは白ネズミくんを思い出しましたが、一緒に行くことはできません。しょんぼりしながら大きなカゴの中にぴょんと飛び乗ったところで、ふんわり明かりがつきました。夜のお引っ越しは暗くて大変でしょう。ホタルさんがカエルくん一家の見送りに来てくれたのです。ホタルさんの光はいつ見てもきれいね。お母さんの声にうんとうなずいたとき、遠くから声がしました。おーい、待っておくれ。あれと目を凝らすと、白ネズミくんがこちらに向かってきます。おや、あれは白ネズミさんのところの。白ネズミくんが一生懸命走ってきます。カエルくん、カエルくん、待って、まだ行かないで。白ネズミくん、これね、僕の宝物。これ、僕の代わりに持って行って。息を切らせながら白ネズミくんが渡したものは、きれいな葉っぱに包まれていて中は見えません。白ネズミくんの赤い目からポロポロと涙があふれているのを見て、カエルくんも悲しくなりました。寂しくて悲しくて苦しくて一緒にワンワン泣きました。だけどもう出発の時間です。フクロウさんが翼を広げると、ふわっと地面が離れます。遠く小さくなっていく白いお友達に
カエルくんは力いっぱい手を振ります。白ネズミくんも一生懸命いっぱい手を振ってくれていました。カエルくん、元気でね。僕のこと忘れないでね。白ネズミくんの声が遠くなります。うん、忘れないよ。僕たちずっと友達だから。カエルくんは大きな声で返事をしました。カエルくんはその後、大きなお月様に見守られて空飛ぶかごの中で眠りました。白ネズミくんにもらった葉っぱの包みを大事に抱いて。空が明るくなってきて目が覚めたカエルくんは白ネズミくんにもらった葉っぱを開けてみました。するとそこにはかわいい白ネズミくんのお人形とお手紙がありました。まあ、猫柳で作ったのね。お手紙には何て書いてあるんだい？お父さんに言われて、カエルくんは白ネズミくんにもらったお手紙を読みます。カエルくんへ、僕に似たお人形をカエルくんにプレゼントします。カエルくんによく似たお人形は僕が持っています。ずっと大事にします。遠くに行っても僕のことを忘れないでね。カエルくん大好き。ずっと友達だよ。白ネズミより。白ネズミくんのお手紙にカエルくんはとても嬉しくなりました。これで離れていても大人になってもずっと一緒です。そろそろ新しいお家に着きますぞ。フクロウさんに言われてカエルくんはかごから下をのぞきます。きれいな小川ときれいなお花があるとっても素敵な場所でした。新しいお家ではどんなことが待っているんだろう。カエルくんは白ネズミくんのお人形に話しかけます。きっと大丈夫だよね。白ネズミくんが一緒だもん。カエルくんは小さな白ネズミくんのお人形にほっぺたをくっつけてにっこり笑いました。おしまい。